どうも皆さんこんばんは。ドラゴンムーンラジオへようこそ。ラジオパーソナリティは私優月みーと龍月お父さんです。ということでラジオですね、まさかラジオで出演することになるとは思ってませんでしたね。初てかまず出演するっていう予定もなかったから結構ね意外な感じと。そうだね、ずっと横にはいたんだけどね。いたね、ペシペシしたの。腹抱えて笑わせていただいたりね。ほんと音入んなくてよかったよ。まあね、そうこのためにね、アホ毛うさぎさんに必死に立ち絵っていうとめたいね、みたいに姿を生み出していただきました。み出してママじゃん。あれお父さんのママになった今。私のおばあちゃんになったってこと。アルサリさん。義母ですね。義母。マジか。リスナーさんがおばあちゃんになるとは思わなかったわ。マジか。血のつながってないけど、一族にいる的なね。あれだ、お父さんが V になったらね、お父さんのお父さんもできるから。もうおじいちゃんやないか。おじいちゃんだね。なんか、あれだね、途端に、お前は、あれだ、おばあちゃんができるのか孫になるのか、不思議な関係図ができるね。できるね。そして、俺のパパができて、パパができた人が他に V を作ってたら、途端にいとこができるね。いとこができるね。あれ、お父さんがパパっていうこと少ないからすごい新鮮だわ。そうだね。初めて聞いたよ、俺のパパ。そう。俺自身もパパって言わないし、ね。うん、初めて聞いた。みーが小さい頃にから、俺は自分のことをお父さんって呼ばせたかったから、確かにパパという単語が久しいね。マジで本ぐらいでしか聞かんよ。本当がね、そういうもう架空の世界を友達の話で。みーのね、動かしてくれたポンちゃんさんのことをパパって呼んだりするぐらいだね。ああ、そうだね。確かにね。でもお父さんのパパではないんだけどね。あ、そうだね。ね、動かしてもらう手はない。頼んじゃう。頼んじゃう。同じパパの元で生まれちゃう。なるほど。またコーンちゃんさんにパパ活してもらわないと。言い方よ。でもあれじゃない？同じパパの元で生まれたら兄弟になってしまう。私お姉ちゃんになるけど大丈夫そう？あ、無理そう。私どちらかというとね、妹属性的なみんなに言われてるからね。弟いるのに。頼りがいがないとか。ひどくない？何ひどくない？嘘。何？なんでもない。いろいろあった。誰も頼りがいないだよ、もう。今これラジオじゃなかったら叫んでっからね。いや、叫ばれちゃうとね、この夜に聞かせるラジオという流れがね、ちょっとできなくなっちゃうんですけどね。夜に叫んだら普通に迷惑だしね。そうね。でもよくさ、俺この時間にはさ、叫んでるよね。言っちゃダメだぞ。現在収録しているのは20時17分。いつも配信をしているぐらいの時間でございます。場合によってはホラーゲーで一番今暑い頃です。暑い頃。あれやばかったよ、人形のゲーム。お父さんもやばかったもん。あれはね、隣で声出さないようにするのがひどく必死で。でも何回かホラーゲーで声出してたよね。うわーって言ってたもんね。あ、痛い。配信事故です。配信事故。しかも私はさ、そこでさ、笑ったらさ、今のお父さんの声だったんだってなっちゃうじゃない。だから、なるべく、私も、ほら、後輩怖いから叫ぶのもあって、覆いかぶせるんだけどさ、笑っちゃいそうになるんだよね。お父さんが、悲鳴なっちゃうから。そう。よくさ、ホラーゲーの時にみんなにさ、今の声誰とか言われないよね。察してくれてんのかね。みんな察してくれてんだ、優しいから。優しいな。だって私とかだったらさ、配信聞いててさ、いたらさ、ちょっとコメント打っちゃいそうになるもんね。誰なっちゃうもんね。優しいな、みんなな。ね、フラグって聞きたくなるよね。
もしかしたらゲーム音声かもって思っちゃうしね。ゲーム音声だとしたらひどく面白いよね。ひどく面白いね。主人公とかさ、なんならさ、驚かしてる人がさ、うわー当ててるかもしれないじゃん。ちょっと笑っちゃうわ。あと、あれだね、自分以上に、そのゲームの主人公が驚いた時の声だったら笑っちゃうよね。笑っちゃうね。なんか、ちょっとしたわけがバーって出た時に、うわーってなったら、お前そんなにか。ね。しかもゲームによってはさ、主人公が自分でさ、その怖いところに来たとかよくあるじゃない。それでさ、そんなんあったらさ、なんでお前来たんだよってなるよね。でも寿命を減らしたかったんだろうな。寿命を減らしたかったって何があったの？何があった？初めて聞いた寿命を減らしたい。まあ、ほな心臓早く動かして、ほな早く死ねるようにしとくかみたいな。走れ。ホラーでドクドクせ。でも私そもそも脈が早いからな。ホラーの時どうなってんだろう私。それこそ寿命めちゃくちゃ減ってそうだけど。一説によるとね、人生で刻める脈拍の回数が決まってるっていう説がねある。だからクジラは鼓動が少なくて、より小さい動物の例えばハムスターとかモルモットとか、まあちょっと大きくなったら猫とか、脈拍数が速いとかね、話が上がるよね。そういうちっちゃい動物とかのさ、心臓の音聞いてみたいよ。トトトントトトン。それ違うって。走っちゃうって。なんならあれよ。ハムスターとかだったらそれでカラカラカラって言ってるから。カラ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 コロコロコロンコロコロコロンって言ってほしいね。コロコロしてたらそれ転んでんのよ。ハムスターがね、ぐるぐる回ってるところを想像してもらって。はいはい。回転車で本人ごと。本当。コロコロコロンコロコロコロン。そう飛んでったよ。どこ行っちゃったの。ハムスター結構ね、いっぱい走る癖して飛んでくから。そうそう、本人の限界以上まで走ったりするよね。ほんと自分の限界わかんない好き。可愛いけどね。そういえば話は変わってはい、実は本日の主題メインの話題ですね。何も触れてなかったね。はい。本日の話題、10歳の頃の自分は今の自分を想像できていたか。これについてちょっとミーに聞いていきたいんだよね。絶対できてないね。だってさ、10歳の頃10歳と最初の方か後の方かにもよるんだけど、なんなら YouTube やるっていうことを想像してなかったわけよ。YouTube やってたか。 YouTube を始めたのが8月の16日かな、なんかそこらへん。じゃあもう7月ぐらいだったらまだ YouTube やるってことすら考えてなかったわけで、でそのYouTube はやったじゃない結局。結局って言い方が、許して8月にね始めたんだけど、まだその YouTube 始めた時は V になるって全く考えてなかったのよ。私は怖い話で生きていくんだって感じの。なんなら趣味ぐらいの勢いで出てたから、それをなんか本業にしようとかも考えてなかったし。でもさ、ミー自身がさ、この怖い話をするのはなんでかって考えた時にさ、そもそもがゲーム実況者になりたかったんだよね。そうその時特にハマってたのがマイクラとかで、それの実況できたらいいなーって思ってて、そうだね、そこら辺をゲーム実況やりたいってとこだったね。でゲーム実況やるからにはみんなね、アバターというか、8A というかがあったんだよね。せめてアイコンのね画像でもねそうあるからね。真っ黒い画像でやってる人いないからね、マジで。そう、自分の姿はないけれどってやってるマインクラフト実況者はちょっと売れないかもしれないよね。見たことないってことはそういうことだよね。生存バイアスだ。生存バイアスだ。ってことはっていうので進んでって、じゃあ自分の姿が動いた方がいろいろな立ち絵ができるんではないかって進んでったんだよね、後半ね。サムネイルとか作る時にもね、今でも結構 V 体のねやつ使ったりもしてるから、そこら辺で画像が欲しいけど毎回頼むのはってことになってるよね。お金いくらあっても足りないからね。気ない。マジ宝くじ当たってもすぐなくなると思うんだ、立ち絵毎回注文してたら。あれだよね、お前この V を始めてからお小遣いやらお年玉やら全部使い切ったね、貯めてたやつ。どこ行ったんだろうね。湯水のごとく消えてったね。
やれマイクだの、やれミキサーだの、やれこの立ち絵の注文だの、歌見ただの。私がそもそもさ、そんなもう毎年毎年のお年玉とかを全部貯めて、もう10万円ぐらい小遣いあってたじゃなかったじゃない。だからお父さんからもだいぶさ、こう支援はもらってるじゃない。そうだね、未来への借金というか投資というか、そこも踏まえるとマジでねそう、マジでね、趣味でやれるものでは本気でなんかあれだよね、本格的に始めると趣味で済まない金額が出るよね。そうだね、今だってさ、V 飽きた、やめよってできないもんねそうだね、野球選手とかスポーツ選手とかで例えるとすごく分かりやすいけど、ずっとプロチームを目指して道具とかを全部揃えてユニフォームを毎年買って泥落としとかも超頑張ってやって、バットのメンテナンスとかも毎日やって、素振りとかいろいろ走り込みとか道具とかも含めて超メンテナンスした上で今から一般人になれるかって言ったら、今までのお金が全て無駄になってしまうってやつね。スポーツ選手ならまだしも、もっと趣味に近いような楽器でも怖いよね。怖い。じゃあギターやります。ギターもっとこの音出したいからエフェクター買います。あれなんか V と近い話になってきたな。ね、あるよ。あるよ。このラジオのとこにもあるじゃない、今目の前にね。増えるよ。ミキサーがね、ラジオのミキサーね、あれいじっちゃダメだからね。あれ細かくできてっから、あれいじると途端に破綻するからね。なんかあれだもん、飛行機の操縦するところみたいになってるもんね。あ、途端に墜落するやつだね。プチッと押した瞬間にザーンって爆発するかもしれない、私やったら。運転とかな、自転車すらこれないのにまあそんな感じで10歳の前半だとゲーム実況者にはなりたかった、でも VTuber とは、正直さ VTuber っていうものの存在を知ったのってさ、ミーは YouTube 始めてからだったよね。そうだね。なんなら私はもう本当知らなくて、お父さんに V ってのがあって、それだと動かせて立ち絵とかもこんな感じでって教えてもらったから。そうだね、全然知らなかったね。そもそもライブとかに苦手意識があるくらいの勢いで、ライブってさ、ほら長いじゃん。好きな実況者さんなんかがライブやっててもさ、このオープニングの時間だったりとかさ、このまだ調節中ですとかさ、長いしさ、30分しか私集中持ちませんってなってて、その時はね。そうだからライブってのを見始めたり知ったのもそっからかもしんない。そうだよね。このあなたのお姿のイラストを作って描いていただいた雨がもりあめさんにお姿を頼んだのが実は7月なんだよね。7月で、そこから遥か時を超え、ちょっと待って姿を動かしたいですと。そっか、アイコンとかの時にもうね書いてもらってたもんね。そうで、パパを探そうと。パパっていう時に、とても可愛らしいフォルムで変身までするハリネズミさん、くっそ可愛かったっす。あれに出会っあれって失礼。あれです。だいぶ失礼よ。あの方。あれを見つけた時が9月。お願いしたのが10月。いや、今考えたら急転直下、何が起こるかわからない。わかんない。あなたが、どうした？大丈夫？あなたが、岸目さんやいちさんとかを、配信者の仲間だよね。仲間。あの二方とかと知り合ったのも確か10月ぐらいだったでしょ？ああ、そんぐらいだった気がする。で、あなたがミーが言ってたんだと、確かそのね、いちさんの配信とかに今のね、配信仲間のリトくん、金髪のスプラトゥーンやってる。わかるよ。わかるよ。いや、合ってるかなと思いつつ聞いてる。初心者マークの方ね。これ名前間違ってたらカットになるからさ。カットになるね。
だいぶだってね、めちゃ仲良くさせてもらってる名前間違えればやばいぞ。でもほら、俺は直接的関わりがない。ああ、まあね、確かにね。その方々がいらっしゃって、で V に馴染みがついてって、でリト君が確か10月末だか11月頭だかに初デビューしますっていう宣言をして。あ、待って、その時リト君って V じゃなかったんだっけ？初デビュー11月17日ぐらいになんかリト君がデビューするしない、その初配信日だっていう話をあなたが言ってて、その日をずらして、その日の翌週になんか配信したいみたいなことを言い出して、突然する。でそれをやるかっていうのでバタバタバタってその OBS いじったりなんだりかんだりね、大変になって、あったね。でツイッターであなたがもう OBS わからないって言ってて、わかんない。俺は基本的にね、やりたいんだったら自分で頑張れよっていう、どうしても無理だったら手伝うけど基本的には頑張れよって、俺も知識は入れとくけどっていうスタンスだったからね。 X で、今で言う X であなたが泣き言を言ってたら、ラー様がね、なんだいみーちゃんわからないのかい、僕が教えてあげようかって。だいぶ助かったよね、でもその時にみーちゃんあれだよね、ラー様にチャンネル登録者数で引かれて、そんなにいるの、なんか俺そんなひどいこと言ってごめんねって言われてたってことをなんか聞いてちょっと笑っちゃったんだよね。懐かしいね。あれ先輩だったんだって言われたもんね。今話題に出たのがあれだよね、岸目さんはどんな方か説明してもらってもいい？今の？いや、岸目さんってのはどんな V さんなのかを。あれよね、いろんなゲーム実況してて、それごとにね、ポイントとかつけてって、生産配信だったりとか、それによってね、罰ゲームかどうかっていうのは変わっていくんだけども、いろんなことにチャレンジしてたりっていうチャレンジ系 VTuber のね、砂猫獣人の方ですね。ですね。はい。で、一番多分仲良くさせていただいてるよね。そうだね、結構いろんなコラボとかにも出させてもらってるし。確かあなたの初コラボも確か岸目さんだった気が。カオス配信は違うけど、対面コラボは初だったと思う。ちょっと俺はタイトルが思い出せないけど、冬の2人の冬のなんかね、冬の僕がたちみたいな、なんかね、お互いなんか画面が違ってみたいなやつね。あれは横で見てる俺はハラハラしてたわ。配信失敗するんじゃないかと。さ、ひどくない？いや、むせすぎ。だってさ、あなたの初配信からさ、まだその時が3月かなんかだったから、できないだろうなと思いつつ、できないだろうな。大穂がしでかしたらお相手に迷惑かけちゃうなって。一人での配信だとね、本当迷惑かけてもほぼ自分だけなんですけどっていう、相手いるとやっぱね、巻き込み事故はまずい。運転でもそうよ。はい。で、そんな岸目さんと次に話題今出たのは、いちさん、松代いちさんだっけ？松代いちさんだよ。さあ、どんな人か紹介してみて。松代いちさんはもう友達系 VTuber やってる方で、カオス雑談、私もね一回やったりしたんだけど、一回どころじゃない。いろいろねやったりしたんだけど、すげえはしょったのびっくりした。ちょっとびっくりした。もうその私がねパクらせていただいてる方ですね。カオス雑談ね、元祖カオス雑談の方で、カオス雑談以外にもいろいろね雑談面白かったりだとか、今は子育てとかのやつで一旦休止してるんですけど、たまに配信はとかね X で顔出したりはしてくれてるんですけど、とかで私がもうめちゃくちゃお世話になってるのは確かなんだけど、ほんとその方ともね、私がまだめちゃくちゃ V わかんないよって時とかにお世話になった方だから、いやーもう命の恩人みたいな方ですね。
ね、その人の年末カオス雑談みたいなやつで他の人と絡むのが初めてあなたは確かやったんだよね。私が全然喋れなかったやつせっかくの機会なのにあとかえとかうとかなったやつね。みちゃん大丈夫って言われたもんねあの時と比べたらちょっと今自分とチェンジしたいかもしれないね。もっと喋れよって思ったのに。1周年の時にさ初配信見返したけど喋れてなさすぎてさ30分で終わったし台本丸読みだしいやー今だったらもっと喋れるからさ、まだ多少ねほら2時間とかでもまだ喋れるようになってきたからもっと喋れよ。あとどうした丸読みしだしてって感じのね、笑っちゃうぐらいだったな。面白かったよ。そのいちさんとの経験も踏まえて今成長も感じれるね。で最後に話題出たのはリトくんだよね。あなたが確か VTuber 一問一答自己紹介を撮るって言い出したのがリトくんの一問一答自己紹介を見て触発されたんだよね確か。やっぱさ V のさこの特徴とかさ大体全部あれで言えるじゃない。そうだね、みんな最初通る登竜門的動画だよね。 VTuber さんのさ動画のとこ押すとさ一番最初の動画が必ずそれなのよ。私も撮りたいってなるよねなっちゃったもん。ぽいやつやりたいってね。そうでリトくんがやったのでね勇気もらって、出すっつって出したよねすぐ。でもなんだかんだで3日ぐらいかかったよねあれね。滑舌の問題の撮り直しとか編集とかいろいろね。今だったらまたもうちょっとこうなんじゃないかってあるけど撮り直すのもね。あれは VTuber 最初にやるからってこともあるしね。今見返すと面白い売りだよね何恋マネとか持ってるしまだに村人とドラえもんなんでドラえもんが出たんだろうね。全くわかんないもっとあったろ。今だったらあるよ。ハンタロウやるよ。キノピオじゃなくてキノピオキノピコはまた別じゃないメスの方言い方よキノコにオスメスって女の子の方ね。キノピコがね。女の子って言うとなんか人間扱いになるね。てかさキノピコのさ子ってさ多分女の子の子じゃん。でさキノピオのおってさ男の子なんだよね尻尾かもしれないよ。尻尾あったっけないよね。ケツからキノコがポコって入ったかもしれない。気持ち悪い気持ち悪いだいぶやだ。ちょっと待って私ちょっとキノピオ好きだけどちょっとやめるかもしんない推しマリオカート乗ってる時にちょうどいい具合にクッションになってるかもしれない。サドル代わりじゃん嘘でしょ。ちょっと一旦お時間なのでここら辺でラジオの、曲中休みですね曲とさせてください。はい。1曲目はこちら龍月みーが作詞で、作曲がショゴスさん。お世話になってます。お世話になっております。お世話になってます。うちの娘がが作っていただいた、ジェントルデイズ。すいません噛みました。ジェントルデイズこちらかけていきます。はい。こちらの曲が終わるまでは、一旦喋りをやめさせていただきます。ではジェントルデイズどうぞ。A smile that's no disguise. Walking down the street, feeling the breeze. To my favorite cafe, where time just seems to freeze. I've got a crush, oh he's so near. With my friends and family, I've got no fear. Life's a little brighter when they're by my side. In this gentle world, I'll take my stride. After school we meet at the usual spot. Laughter fills the air, worries we forget.
I've got a crush, oh he's so near. With my friends and family, I've got no fear. Life's a little brighter when they're by my side. In this gentle world, I'll take my stride. I'll take my stride. Under the starlight, I'll make a wish for another day just as bliss. With love all around and hope inside. In this chill vibe, I'll forever glide. I've got a crush, oh he's so near. With my friends and family, I've got no fear. Life's a little brighter when they're by my side. In this gentle world, I'll take my stride. I'll take my stride. I'll take my stride. オッケーかな、オッケーかな、ちゃんと俺だかな。はい、ということでジェントルレイズでした。いやー、いい感じに仕上がったんじゃない？結構しっとりとした曲だよね。うん。まあ優しい日々っていうことでね、そういった感じの曲で、まあ歌詞としてはね、あなた特有のちょっと後ろぐらいというか悲しめな、あなた特有の後ろぐらいやめてくんない？まあ悲しい曲もね、しっとりする曲もそれが日常だからね、うん。それを踏まえた上で幸せを感じられたらね、素敵だよね。うん。ということで後半戦というか次の話題はなんだっけ？今から2年後の自分についてだね。さっきが2年前だったから、次はその2年前からしたら4年後が。2年後でございます。いや、2年後が全く想像つかないんだけどさ、10歳の頃、12歳になるその2年後が全く想像つかなかったから、今もね、2年後で想像つかないんだけど、やっぱ歌とかはまだ出してんじゃないかなとは思うのよ。最近、作曲はできてないけど作詞始めたじゃない？そうだね。それはまだ続けてそうだなって思ってて、あとなんかプラスでなんか1個ぐらいやってそうなんだけど、何やってるかなーって。まだ手を広げるの？やりそうじゃない？ 2年後にさらに広げるって何？あんた踊る？ついに 3D。 今踊るとしたらさ、空飛びまくるしかないのよ。3D になるの？マジかよ。それとも漫才でも始める？これすでに漫才みたいなもんなんだけど。いやっていうのもさ、最近お笑いの方のっていうとちょっと言葉が悪いんだけど、コントのモノマネというか物変えというか、させてもらってるじゃない。してもらってます、してもらってます。V さんがみんなやってるからやってみようっつって始めたんだけどさ撮ってる側としてもちょっと楽しいんだよね。あれのような感じでさ、一人でコントやるのかなって。一人二役ね。ちょっと待って。あれ声をさ、ニュースとかでよくある犯人みたいな声に変えてさ、やるの？それとも、この声のままやるの？いや、あなたが二つ声を出す。ミッキーと私になるけど大丈夫？えらく狭くない選択肢。ハム太郎呼ぶ？ハム太郎はね、ちょっと耳をやるからあんまりよろしくないかもしれない。トゲピーなんか大体さ、なんかなんか叫んでませんかそれ？わかった。キノピオ。だからさ、全部さ、マイクのリミッター貫通しそうなぐらいさ、音上げるのやめていただいてもいいですか？でもさ、私さ、なんならさ、この11歳ぐらいかな時とかさ、ノイキャンの人ってぐらいノイキャンしてたしない？そうだね。ノイズゲートとかそこら辺でしかあんまり設定できてなかったから、音が割れた瞬間に吹っ飛ぶっていう。そうみんなもう何も聞こえないっていうね。やーって言った瞬間に、
あーそうそう。あれは面白かった。面白かった。隣の俺にだけはダイレクトヒットするくらいすごいうるさいのに、やかましいのに、けたたましいのに、けたたましいって。いや爆音だったもんね。何今のも。いや、どこまで本気で否定してるんだろうと思って。あれ自覚なし？無自覚系？7割は自覚してます。いやだってさ、この部屋じゃないけどさ、この私の部屋じゃないところにさ、弟とかもいるじゃない。いるね。あれ寝てたらどうしようとはちょっと思うよね。絶対起きるじゃん。でもうちの弟あれだから眠り深いからね、大丈夫かもしれない。そうね、あの子は深いね。あの子は深い。カラオケで寝たもんね。びっくりしたよ。カラオケってさ、どう頑張っても寝れないもんだと思ってたもん。隣の部屋の人がすごい歌声で歌ってたりとかしても寝てたもんね。やばかった。で、私とかもね、普通に歌ってたし。そうそう、一旦話を戻すけど、2年後の自分についてね、これそもそも親目線で言わせてもらうといや続けててほしいなっていう。それはそうよ。死ぬまで通じるつもりよ。だからそれが死んでしもうたらあかんねん。いやお前みんなでないこと言わないで。2年はね。お前あれやで、V の死人様はマンボウだから唐突な死。だってねえ、マンボウって言い方やめてくんない？私マンボウ系 V だった。いや V 自体がマンボウ族やねん。ね、これラジオだけどさ、ラジオ爆笑しちゃダメだからさ。ダメだよ。爆笑したら撮り直しね。やめて。だってさ、マンボウのごとくさ、日々日々生まれてくじゃん。そもそも生まれなくて死ぬ子も多いんだけどさ、卵から帰れねえっていう。帰れなかった子供もマンボウが産む卵の数が多い。多い。孵化する前にそもそもちっちゃな魚たちに食われる。もう孵化できないぐらい栄養がなかったりとか、生まれてからもすぐ文字通り荒波に揉まれて死んじゃう。波で波で波で死ぬのマンボウって。もう稚魚が岩にぶつかってプヤってなったりとかもう想像していただいて。残酷だよ。ね、つい隣で一緒にね育ったはずのエビに食われるとかね。あれ友達じゃなかったの？わかんない。エビだと思ってたら肉食のシャコだったかもしれない。シャコってあれだよね、ぶん殴る力すっげえ強い。そうそう、シャコパンチのね、なんちゃらオブシーフード。あなたが言ってたエースオブシーフード。あれで強かったもんね。びっくりした。船ワンパンはびっくりした。スーパーなんてワンパンだけぐらいで。あれすごい大人のやつね。見たくポコポコ生まれてポコポコ死んでで死に方というか、それが環境によっての死亡率がすごく高くて、それこそ荒波とかってこと？そう、社会の荒波に揉まれてメンタル死んで V が続けられなくなっちゃったとか、嵐のせいでマジマンボウじゃん。でメンタルやっちゃってね、立ち直れなくなっちゃったり、女性配信者だったらえぐいねコメントのせいでちょっと転生せざるを得なくなったりとか、粘着されちゃったりとかね。私は見ないけどさ、お父さんが処理してる分の X でもあるって聞くもんね。 DM では多いよね。あなたも俺の検閲漏れでこんなの来てたから消しといたってなったよね。あったね。もう私に送って何がしたいのやろとは思うんだけど、いるんやろね。世の中にね、悪というかね、変人は山ほどいる。いるだろうね。特にネット界隈は世間に出せないものを出す人が多いから、見てはいけない世界があるね。見てはいけない世界があるね。そいつらが這い寄ってきやすい、距離感がない奴らが這い寄ってきやすいからね。物理的距離を取ることができないから、それは一旦置いといて、はい。そう
何の話題だったかが行方不明だったね。2年後の自分だったはずなんだけどね。あ、そうだ、続けられるかって話だよ。ああ、続けた。あ、だからマンボウ行ったんか。生存率で言ったらさ、そもそも3年生き残るのが数パーでしょ。私今ほぼ2年目よ。これからだから1年経って2年経ってこれから3年目の労働を進んでいくわけでしょ。うん言ってしまえば3年生1年生から始まって今あなたは3年生ってことでしょ。うん、これ卒業したら次4年生目を歩き始めるもんね。お前今中学生だから、ミーは中学生だから高校生になってしまうのマジだ。っていうぐらいのレベルだよね。うん。考えてみたらさ、中学生から始まったとしてうん。高校生まで続けられない子がいるって思うと戦争中の世界かな。だね。環境で死んでしまう。それなんかすごくシビアな、酸性部とかいっぱい出てそうだもんね。もうある種北斗の拳みたいな、なんか通りすがりのやつにホワターされただけで爆発するような世界でしょ。爆発さ、やばーね。しかもさ、V さ、そのネット以外にもさ、人間ってその事故だったりさ、そういうのあるわけじゃん。メタで触れられない部分ね。そう。あとたまに流れてきてすごく悲しい気持ちになるX 上のこのアカウントの持ち主の誰々はって出てくるやつね。ね、なんか見ないと思ったらってやつね。そういうのもさ、怖いじゃない。最近よくあるさ、闇バイト系だとかさ。あれシャレなんないね。シャレなんない。あなたそもそもバイトもできないのにね。そう。バイトだって今年齢でさ、ここで働かせてくださいって言ったら無理ですって言われるじゃない。ここで働かすことはできませんってことは言われるそう名前呼ばれるどころじゃないのよ。いい名前だね。年は12歳です。あと1年待とうか。でも3月誕生日だから13歳です。バレるかな。それね、大人の世界だとね、それがバレた瞬間に大人が捕まるんよ。私はお縄だよってできないでしょ、そんなの。さあ、湯婆婆逮捕とかやめて。湯婆婆あ、それ雇っちゃった方がダメなのか。そう、そもそも法律上特別な条件がない限りは13歳以下の人は雇ってはいけない。そもそも16歳以下を雇うのもリスキーではあるから。まだね、18歳成人になったけど16歳未満だからストレスはないしね。成人しないもん。親の保護下で勉強を義務として、もうその国民の義務だから勉強は義務教育ってものがあるわけだしね。それを放棄させてまで働かせるってのはそれ相応に理由がなければいけないんだよね。例えばそれが納税、勤労、働くことによって国に税金を納める納税だね、そっちの義務を果たすんで勉強を諦めますみたいな状態だね。基本的にはダメなんだけどね。苦学生、昔で戦争の時にいたく親が死んでしまったりとかね、働かなければ死ぬんですって時ね、ダメですって言われたら、じゃあご飯どうすればいいですかってなるもんね。そう、本来ならば今の国だったら生活保護とか、施設とかあるんだけども、どうしようもない地域とか、外国人優遇のせいで国民優遇がされませんとか、ちょっと今問題になってるやつとかね、あんま政治の話だから触れると燃えるんだけどねあったりとかするから、ちょっとねバイトはね、でもバイトはあなたあれだよね、最近職業体験系のゲームよく選ぶよね。そうだね。やっぱV やるのもさ、雑談とかしてて好きなことやってて、将来的にとか、今もね多少はそうだけどお金もらったりとかで、V もさ職業なわけじゃん。でいいんだけど、仕事のイメージがさ、私あんまなくて、スーパーとかコンビニとかだったらさ、レジでピッてしたりっていうカードゲームショップみたいなさ在庫詰めたりピッてしたり、お客さんねおいでってするためにさ、こうチラシとかさ、そういうの作ったりってイメージはあるんだけど、他って何やってんのって思って。でも車作る会社だとしたらさ、そんなみんながトンカチ持って働いてくれないじゃん。トンカチのイメージ、イメージの話だからね。イメージね。イ
幼稚園生が大工さんがトンカチだけで家作るみたいなイメージだね、それね。なんかトンカチと栗と板があれば家はできるって思ってるようなね。うん。まあ。まあ、簡単なクラフトゲームのイメージだ。そう。マイクラかいっていうね。重力ないから簡単よ。俺が作るマイクラの家簡単だから。豆腐やないか。もう超ね、ミーにね、クソ建築って言われるやつね。だってさ、内装はいいね、まだ。ね、あなた内装こだわりじゃない？内装はね、とんでもなくこだわらさせていただいてる。外装どこ行ったのよ。だってさ、ほぼなんか木材建築とか多いじゃん。あ、はい。チェストかなっていうのがさ、チェス多いからさ。ね、長四角の箱。ラージチェストや。岩。あ、そっか、洞窟に作ることもいい。なんで俺がね、作る家は基本的に、崖際か、地下。だってさ、石でさ、作るんだけどさ、地上の時はね、できないけどさ、岩にさ、なんか家突っ込んだんかって感じでさ、生えてるからさ、家がさ、すごいちょっと面白いんだよね。なんかここさ、どうやって中入るのって聞いたらさ、飛べばいいじゃんみたいな当たり前に言われるからさ。サバイバルでも入れるようにしてくれ。上から入ってくれ。上からとか初めて聞くわ。ダイレクトインしてくれ。ダイレクトイン。面白いな。ある意味センスある。褒めていただきありがとうございます。これけなしてるって言った瞬間にちょっとあれですよ。どうなの？お小遣いが減る。すごいいい家だと思います。おー、確かにありがとう。増えないかな。そういえば増える増えないで言ったら、あなたさ、最近ミー自身はコントのやつの動画編集頑張ってさ、なんかすごいチャンネル登録者数増えてね。マジ嬉しい。6666人を目指して耐久するって言ってたのどこ行ったの？なんかいつの間にかその写真すら撮れなくて6666人のぴったしすら撮れずね、今70何とか言ってますけどね、ちょっと今見てみようか。今見てみようか。今なんぼこれ音鳴っちゃうかもしれないね。音ちょっと出力音声はゼロにしとこうか。ゼロにしとこう。著作権があるから。いや、あなたのキュウリの歌がキュウリってなるじゃん。3つシックで、あなたの現在のチャンネル登録者数は、6000。あれ増えてない？増えたね。10人ぐらい増えてない？そうだね、6682人。やったー。今日出した動画でちょっと待って。なんかすごい、一回ちょっとね、下に下がった後にブワーってみんながってる。19人増えてる。19日の火曜日のだけで19人増えてるそうですね。何があったの？いや、あれが当たったじゃないですか。食まん肉まんね。危ない。本当の原曲がアンパンの方行っちゃった。まああれで跳ねて1万再生を超えたじゃないですか。これで超えるんだって思ったもん。びっくりしたよ。まだ1点に1万いきたいか。ほぼ1万だな。なんだ、このラジオが出る頃にはあれじゃない？1万1000再生、1万1084再生。この動画が出る頃に2万いってたらいいね。これは伸びるかも。一回ガツンと伸びた後じわじわって上がる波があるよ。いいぞみんな見て。水曜日の12時からじわじわってしてるよ。ハッピーだよ。ただこの1時間の間にはそんなに見られてないけど。ごめん。ごめん。うわ、泣いちゃった。ちいかわやないか。っていうのはまあ嘘で。嘘で？そう。嘘なんかい。過去60分の間には316再生ありますね。全然嘘。変な顔して嘘ついたら。ひでえ。
まあ分からないことは適当に流すんで。だから私が騙されるんだ。今日出したコンビニ強盗の方は1861再生。まあいいよいいよいいよ。伸びたね。あなたも最近ポケポケ配信やってるじゃないですか。やってるよ。人いっぱい来るね、あなた。渾身のドヤ顔よ。よくコインで死んでるけど。なんでそういうこと言うの？いや、まあちゃんと上げたら落とさなきゃ。下げるじゃなくて。いや、下げてから上げて。下げてから上げたらあんた飛んでっちゃうじゃない。有頂天で。でしょーって言うから。そう、鼻はへし折っていくスタイルです。ひどい。ねえ、マジでさ、なんか、よくあるのがさ、ポケポケで、ポケモンカードとかでもそうだけど、霞っているじゃない、コイン表だと、もう理論上、無限に未然に捨てられるやつ。いるね。X だと66ついてたしいたね。やばいよね、あれ。あれさ、私もね、入れるわけよ。今日ね、ポケポケやったら、エネルギー1枚で、進化したら、エネルギー2枚だけ必要なポケモンがいて、私先行だったから、まあ、1個釣れればいいなーって感じでやったら、5枚持ってて。ね、なんで今なのって思って。でしかも最終的にその子の進化系出なくて、意味なくて、ただ5枚死んでる子がいなくなって、で、そのままズタボロに負けるっていう。悲惨な最後を迎えたと。迎えた。しかもその後にさ、エネルギーいっぱい必要で強いポケモンが出てきちゃってさ、こっちに霞使えばよかったってめっちゃ思ったもん。あれ、使いどころとタイミング難しいよね。難しい。レッドカードを相手が使ってくると踏むのか来ないと踏むのかで、相当ギリギリまでね、黙っておくのかどうかが悩ましいとこだよね。常に敵のね、手札見たいもん。チートやないか。俺知ってるよ。最近、ミーにはやらせられないけど、ポーカーをやって負けた人が頭を打ち抜くっていう。ライアーズバー？豚のゲームが、豚とかまあ、そこら辺のゲームがあるんだけど。帰れるよ。チートで席が隣同士にできちゃうとか、首がバカみたいに伸びるとか。してる。キリンどないなっとんねん、お前とか。そう。キリンしなくても伸びるしね。あと、あれよ、椅子動かせるやつで、奥にいる全く関係ない川のところに行くだから、すげえ細かくしてる。もう、あれは崩壊してるよね。でも、それしてる？そのチートによっては首伸びるけど、相手の手札見えないっていう場合もあるんだって。ざまーだよ。ざまーよ、ほんと。だって意味ないじゃん。首伸びるだけじゃん。まあ、V からしたら覗いてもらった方が面白いよね。なんだこいつってしたいもんね。まあ、あなたにはちょっとグロテスクさ回避のために、あれはさせられないけど。私もね、してるって言っても、そのバーンなるとこは見てないからセーフよ。まあ中身ぶちまけるわけじゃないからまだマシなんだけど、ああいう環境がね。私がね、せめて15歳超えたらにしようかっていう。そうだね、R15 暴力的表現回避だね。じゃあ一旦この2年後の自分についてっていう話題が区切りついたということで、はい。これから2曲目。どんな曲だっけ？2曲目は、ガストの歌ですね。白いやつ。白いやつ。某豆腐ですね。わーっていうやつ。そんな声だったっけ？マジでそうだよ。僕もあれね、火の玉飛ばしてくる時の爆発音ね。あれ最初からそんな声？普段は、って言って、で、火打つ時は目真っ赤になって、って言ってくる。あれマジ怖いの。だってさ、ハードコアって一回死んだら即終了のやつからさ、やってるとさ、あれ当たったらだいぶ体力持ってかれんのよ。弾き替えてたらいけるんだけど、火の玉を？火の玉を。私にそんな夢があるわけないじゃん。そうなんだ。バッティングセンター一緒に行こうか。大丈夫、頭に当たってるけど。場所、そもそも立つ場所間違えるから。真ん中で受けたらあかん。そう、あれマ
マジで難しいんだよ。よく私が倒されてるんだけど、可愛いよ、こいつは。まあ、それのファンソングというか、非公式ファンソングというか、勝手に作った曲というか。あれね、2年後の自分についてだけどさ、これあれだね、公式になったらだいぶ嬉しいね。非公式公式ってやつ？そう、8番出口的な感じの。8番出口とか公式に認知されてる東方系の曲みたいなやつ。そう、公式二次創作ってやつ。なれたら嬉しいな。ということで、行きましょう。ガストの歌、非公式ファンソング、どうぞ。空に浮かぶ影、白く大きなガストの姿、遠くから聞こえる泣き声は誰にも届かない悲しみのメロディー。火の玉を放って威嚇するけど、本当はただ寂しいだけ。ガストの叫び、ネザの風に乗って炎の涙が闇に溶けてく。誰か気づいてこの孤独な声を、ガストの心の中の悲しみを。溶岩の海を渡るたびに孤独な心が痛むんだ。ピグリムもブレイズも敵ばかり、この世界で一人ぼっちでいるんだ。レジャーの闇にただ漂って誰かを見つけたい友達を。ガストの叫び、ネザの風に乗って炎の涙が闇に溶けてく。誰か気づいてこの孤独な声を、ガストの心の中の悲しみを。今日もまた遠くから狙ってくるプレイヤーの弓矢に怯えている。だけど本当は戦いたくない、ただ誰かに来てほしいんだ。白い体がゆらゆらと涙で霞むネザーの景色。ガストの叫び、ネザーの風に乗って炎の涙が闇に溶けてく。誰か気づいてこの孤独な声を、ガストの心の中の悲しみを。ガストの叫び、世界の果てまで届けたいんだ、この悲しい歌を。誰か気づいてこの寂しさを、ガストの心の中の泣き声を。ちょっと待ってね。大丈夫？うるうるだけど。大丈夫。はい、ということで、よいしょ。今回のね、ラジオはこんな感じとなっております。いやー、あれじゃない？初めてにしてはだいぶ話せたんじゃない？いやー、緊張すごいね。すごい。私あれか、雑談慣れやっとしてったかな。でも2年も話してるから。で、俺はどれだけ台本を読むんだろうかっていうアドリブの効かないトークが多かったね。まあでも私もあれじゃない。だってお父さんがさ、じゃあ一旦この台本の話に戻ってとかはあったけどさ、私何もしてないからさ、ただ楽しくお話ししてるただの猫なんで。お前は自由人だ。猫の血強いかもしんないね。性格面だとね。
ち側か。お母さんの血が強いかもしれない。まあなんかね、負けず嫌いとかそこら辺はお父さんから来てる気はするんだけどね。もう絶対に敵倒すもんな。絶対敵倒すまん。チートはしないけど、チート以外のことは全てするっていう。そうだね。相手のメンタル削るところからスタートだね。うん。ほんともう。まあ、って感じでラジオをさせてもらいました。俺の声が不快だったら、バッドボタン。バッドボタン促さないでくれる。俺のチャンネルじゃないからいいかなって。ダメ？おい。おい。何やってんだよ。ダメだろ。バッドボタンを優先するんじゃない？ミーが可愛いと思ったら、グッドボタンと高評価とチャンネル登録とベルマークの通知と、X のフォローと X のベルマークをよろしくお願いします。まあさ、グッドボタンと高評価同じなんよ。今気づいたの。YouTube 触らなすぎ。動画ぐらいはあなたたまに見るでしょ。まあでもね、そこまでグッドボタンとか高評価とかね、注意してみないもんね。このセリフをね、初めて言った。夢叶った。夢じゃない。バレたか。夢じゃないけど、トトロや。夢だけど、夢じゃなかったみたいになっちゃうね。夢なんだ。夢じゃなかったけど、夢だけどって言っちゃったよ。いや、お父さん、感想を聞きたいわ。緊張はそうだけどさ、どうだった？先にさ、感想を求められてる上で、先に質問で返すようで申し訳ないんですけども。いいよ。これ第1回って書いてあるんだけど、2回も俺？なるほど。やべえ、ちょっとバー詰めてた。いや、だって、あれでしょこれね、ね、なんか後ろになんか書いてありますけど、親子ラジオでしょこれ。親子ラジオって書いてないけどね。ね、親子ラジオってね。あれドラゴンムーンラジオって書いてあるけど、これは親子でってことなの？親子ラジオです。龍月家ってことこれ。でもお母さんは今のところ出てこない予定なので、お父さんと一緒って。番組もしかも日曜日で視聴率の低い頃。もう言っちゃダメだったのは。ダメ。カットになっちゃう。カットになっちゃう。お父さん、頑張っちゃうぞ。違う。やめて。ああいうノリは俺はできないよ。お父さん、歌ね。この強烈な無茶ぶり。それむしろあなたじゃん、歌やってるの。いや、お父さんだよ。いや、じゃあ私ワンワンやるから。声の高さ的には逆では。ワンワンって。ワンワンだ。じゃあ、ウータンだよーみたいになるの俺。ウータンだよーみたいな。かわいそうすぎない？死にそう。そのマラカス中身重くねみたいになってない？それ大丈夫？しかも今ウータンいないんでしょ？いないね。今ポーポだよ。なんで？ポにちっちゃいウにポだよ。ポ肌の色変わりそうだね。ポーポはね、ウータンと全然違うからね。全然違う。全然違う。ワンワンの書き切りの絵を見て、見せてって言ってきて、でもまだ途中だよって言って、見せて、じゃあいいよ。うわー、見てない。うわー。びっくりした。いいんだ、そのノリ。ワンチャンここカットになるけど。でもさ、悲しいお知らせが一つ。お父さんと一緒に、ワンワンは基本出ない。お母さんや。出るのは、じゃんじゃん。誰？じゃんじゃんって言って出てきて。待って、知ってるよ。私が一回さ、お母さんと一緒かなんかのさ、ライブじゃないけど、なんかミュージカルみたいなさ。ライブコンサートね。そう、見に行った時にいた。じゃーんって言うんだもん。じゃんじゃんだよーっつって、うわーってなんかロック調の音になって出てきたよね。出てきた。びっくりした。ボヨヨン行進曲とともにユースケお兄さんとかと一緒になんか出てきたよね。ワンチャンもう違うかもよ。世代交代してるかもよ。違う。あれは昔の人と一緒に出てきたんだよ。その時確かあれだよ。いなくなっちゃった体操のお兄さんもいたよ。悪道お兄さんなんでひろみとお兄さんダメな方じゃないか、そっちは。そうだね、お兄さん今ちょっと腰やっちゃって
歩けなくなっちゃったんだけどね。やっちゃった。で、体操してる場合じゃねそう、もう動けないって医者から言われたんだけど、それを覆してやるって言って、とんでもない量のリハビリをして、およそうっすら動けるようになってるっていう。お医者さんもびっくりじゃん。そう、医学的には多分無理だよっていう、判断されたのに、動けるようにトレーニングをしてるっていう、まさに化け物。すごいわ。漫画かアニメかな。家事とかも自分でやりたがってほとんどやって、やりたがる体操教室も自分で開いてて、で、また体操のお兄さんしてんの？いや、やるために戻ってる感じだよね。それを今までやっててってことで。でもね、そこの中の体操のお兄さんしてんだ。今ね、また戻って。すごいよね。すごい。まあそういう人たちも出てきたやつに、ね、てか、その、お父さんと一緒か、このラジオ。で、後ろにもほら、ひらがなでお父さんと一緒って書いてあったでしょ？お前、この後編集で増やすつもりだな。あれだ。やばいぞ。それは NHK に目をつけられるな。まるでそこだけピーにしとくから大丈夫。ピーを頑張って持ってくるから。編集頑張れよ、じゃあ。俺やるのやめて。口笛吹けないからな。なっちゃうから。なんか隙間風の音聞こえたけど。違うわ。夜だから基本的にはね、そうだね。吹かない方が。うん。闇バイトが来るよ。それじゃ初めて聞いた。鬼が来るよじゃなくて、蛇が出るよでもなくて、闇バイトが叩きに来るよ。やだ。だいぶやだ。V どころじゃなくなってしまう。命かかってるからね。命かかってる。ね、で、マジでやるんだ、第2回。やるよ。眠れない時にお前がどうしてもパワーが残ってる時に眠くなるまで撮るとかかな。そうだね。じゃあ来週の予定でどうする？来週何話す？あ、不定期ではなくて、固定ってやつ。いや、不定期でもいいんだけどさ。マジで動画がなんかなったり、配信ができない時にやんのかなと思ってたわ。そうではない空気だ、この顔。ああ、お前猫の姿だったらニチャってしてるやつだ。ニチャー。でもお前このスタジオだと猫にはさせないぞ、火を吹くからお前が。吹かないもん。お前さっき人型の時でも咳した時に危うく吹きかけてた感じ。いや、だってしょうがないじゃん。最近めっちゃ咳出るんだから。ちょっと今なんか病気かなんかかなってちょっと効果出てるが。今流行りのやめてくれ。今話題沸騰。悪い意味なのよ。みんな駆け込んでます。病院にだ。やめてくれ。大変なことになっちゃうね。ね。じゃあこんぐらいで締めますか。なんか締めの挨拶というか締めの言葉、合図、名言、台詞、必殺技、なんかどうぞお願いします。無茶ぶり苦手。知ってる。だから振った。ということで、いつもの配信の締めで一旦ね、第2回からは変わるかもしれないけど、とりあえず今回はいつもの締めということで、チャンネル登録と高評価、Twitter のフォローと通知よろしく、X のフォローと通知よろしくお願いします。慣れない。俺の中ではまだあそこは Twitter だから。Twitter ランドだから。もう3年ぐらいやってない？自分の年を感じるから言っちゃいけないんだよ、これは。ほくろ数えたら増えるって言うでしょ。年も数えたら増えるのか。そう、増えていく。いつの間にか増えていくよ。つみたバイバイ。私今あれだな。早く大人になりたいの方だから12歳って言っとこう。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ。鏡の色のテレビの洗濯物が揺れる音、誰かが歩く天井の足音、お水を飲む生活の音が響く。周りの音に包まれて、私は静かに耳を傾ける。でもその全てが私の心に静かな風を落とす。一人きりの音楽。
遠くで聞こえる救急車、どこかの学校のチャイムが響く。日々の音が風に乗り、私の窓をそっと揺らす。でもその全てが私の心をさらに重くする。一人きりの音楽、寂しさを包むハーモニー。外の音とか胸に響いて、心がさらにきしんでいく。帰り道中で今の子供の声、エアコンが動く音、私の心がきしむ音、枕涙で濡らす音が響く。夜が静かに訪れて、私はただ一人考える。その全てが私を一人にしてゆく音。一人きりの音楽。